思考実験シリーズ。福袋変えたね。今年はバイトも減っちゃって、一つだけど、変えてよかったよ。そろそろ、帰ろうか。ヨウムとチルノはどこだろう？お待たせしました。チルノちゃんと福袋買い集めてたら時間かかっちゃいました。すごい量だね。一体いくつの店を回ったの？私は、5店舗です。洋服、お菓子、刀なんかですね。おまた全部のお店回ってたら時間かかっちゃったよ。みんなごめんね。おい、チルノ、そんなに買ってお金は大丈夫なの？まだ1年は始まったばかりだよ。バイトも減ってるんだから、節約して貯金しておかないと後で困るよ。大丈夫だよ。金は天下の回り物。使えば使うほど、私も商店街のみんなもハッピーになれるんだよ。それに私、酔い越しの金は持たない主義だから。マリサさんの考えも真っ当だけど、チルノちゃんの考えも一理ありそう。どっちが正しいんだろう？今回はそんな疑問を分析した、節約倹約のパラドックス、そして貯蓄のパラドックスについて解説するよ。まず節約倹約のパラドックスだけど、マリサが言ったように、バイトのシフトが減った。つまり世の中が不景気になると、節約や倹約をしようとする人たちが増えてくる。今後、さらにバイトが減るかもしれないから、使うお金も減らさないと心配だよ。しかし、景気とはチルノが言っていたように、人々が多くのものを買う。つまり需要が増えることで良くなっていくんだ。逆に、人々が物を買わなくなる。つまり需要が減ることでさらに景気が悪くなる。景気が悪くなるとさらにバイトのシフトが減る。そういう悪循環が生まれてしまうんだ。不景気時の節約倹約は、さらなる景気の悪化を招いてしまうんだ。やっぱりお金はじゃんじゃん使った方が良いんだよ。私天才かも。ただ問題はそれほど単純じゃないんだよ。不景気だから節約倹約をしようというのは、個人の視点で見るととても真っ当な合理的な選択なんだよ。先は読めないからね。福袋どころか、ご飯食べるお金もなくなっちゃうかもしれないし。こういう個人の視点、つまり、経済の最小単位から見た視点を微視的、ミクロな視点と呼んだりもする。一方で、不景気だから節約しようという選択は、景気という社会全体の視点で見ると、さらなる景気の悪化を招くという意味で、不合理的選択なんだ。こういう視点を挙手的、マクロな視点と呼ぶんだ。節約倹約のパラドックスは、ミクロな視点で正しかったことが、マクロな視点から見ると予期しない結果をもたらす合成の誤謬として分析される。なるほど。同じ選択でも、個人として見るか、社会全体として見るかで意味合いが変わってくるんだね。このパラドックスを指摘したのは、イギリスの経済学者ジョン・メナード・ケインズという人だよ。ケインズは、近代経済学の発展に関わった有名な人だけど、特に有効需要と質量の関係について詳しく分析した人なんだ。個人として正しい節約や倹約という選択が、社会全体として見た時にどんな影響を及ぼすかを、分析したという意味で、ケインズはマクロ経済学の発展に大きな貢献をしているんだ。ミクロ経済学とか、マクロ経済学とか聞いたことあるけど、個人と社会全体ってことなんだね。何をミクロな単位と捉え、マクロと捉えるかは分析する対象によって違うから、少し、このパラドックスの違うバリエーションを見ていこう。一つ目は、不景気時の企業行動だね。不景気の時に、企業は利益が減ってくると、人を解雇したり、賃金の値下げなど、人件費の削減、つまり節約をしようとする。この選択は、その企業単体にとっては、合理的な選択なんだけど、社会全体で考えてみるとどうだろう？失業したり、賃金が減ったら、物が買えない人が増えるね。さらに、生産量なら、生産力の低下によって、作れる商品の量が減ったり、質が低下したりする可能性もあるよね。サービス業なら、サービスの提供量が減ったり、その範囲を減らさざるを得なくなったりする。このように、人件費の削減は一時的には、メリットがあるんだけど、結果的に社会全体の需要が低下し、長期的には、その企業自体の利益もさらに減っていくことになるんだ。この問題は、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の問題にもつながってそうだね。景気の変化に合わせて、人件費を調整する手段として、企業が、正社員を減らし、非正規雇用という形態を好んできた側面が、近年、社会問題化してきたわけだね。私たちのシフトが減ったのも、そういう意味か。ここで一句点注意しておくと、この場合の失業問題は、仕事が合わなくて辞めてしまったとか、なんとなくフリーターを選んだという自己選択の問題とは違うということだね。ケインズも失業を定義するときに、自発的な失業を除いて分析しているんだ。つまり、需要との関係で、社会や企業構造上生まれてしまう失業者や非正規雇用者がいること自体が問題なんだ。
ただ、食料が多様化している現在では、自発的な失業の問題も、この問題とは別に、支援していく必要があるけどね。次に、個人を国家に置き換えてみると、関税による国内産業の保護にも、同じような問題があると言われている。例えば、輸入車なんかが良い例だけど、海外からの輸入に税金をかけるとどうなるだろう？日本車が売れやすくなるかも。そうすると日本国内の車メーカーや部品を作っている会社は商品が売れやすくなり、国内産業の需要は増えるんだ。ただ、その結果、世界全体のグローバルな経済の全体需要は減少するんだ。すると、結果的に日本の経済も影響を受けて、需要が減少してしまうんだ。そうか。逆に日本車が海外で売れなくなったりもするもんね。単純に関税をかければ良いというわけではないんだね。そして、3番目に節約や倹約に似た問題として、貯蓄のパラドックスがある。これは、不景気によって、お金を商品の購入にではなくて、貯蓄に回すことで起きる。そうすると、全体需要が低下して、さらに不景気になるという同じような問題が生じる。みんなが、貯蓄ばかりしてお金を使わないと、景気が悪くなってしまうんだね。ただ日本だと、この問題は、高齢化の問題との関係でもよく指摘されたりする。平均寿命が伸びて、定年退職後に生活していかなければいけない年数が増える。そして、人口構成上の問題から、年金だけで暮らせないのではという不安を持つ人が増えると、貯蓄率が上がってしまう。そうすると、景気が悪化してしまう原因にもなるんだ。こんなに同じような問題がたくさんあるんだ。なんか、良い解決策ないの？こういう経済のパラドックスは、完全な解決は難しそうだけど、ヒントくらいは欲しいね。あと、今私たちのシフトが減っているのは、急な感染症の拡大で、バイト先の飲食店に来るお客さんが、減っているという事情もあるよね。そういう特殊なケースの場合はどうするんだろう？最後に、ちょっとその問題について、考えてみよう。ケインズ自身が、有効需要と必要の問題をはじめマクロな経済の分析の末に、たどり着いたのは、修正資本主義という考え方だった。これは、国家が、経済活動に規制や、政策によって介入することで、資本主義が生み出す様々な問題を解決しようという立場だね。この修正資本主義の考え方は、現在の資本主義国で多かれ、少なかれ導入されているんだけど、それにのっとって考えると色々な解決策が見えてくる。そして、政策と経済の関係は、不景気は、需要供給関係だけでなく、突発的で、外的要因によっても起きるのではという疑問にも関わる部分があるね。さっき取り上げた、非正規雇用者の問題を考えると、5年以上の継続契約がある場合の無期転換制度の法律化など、国が介入することで、企業側の都合に、労働者が左右される問題を解消しようとしている。ただ、無期雇用契約はイコール正社員への登用ではなかったり、無期転換を見越した直前解雇など、新たな問題も起きていて、まだまだ法整備は必要だけどね。突発的な不景気については、定額給付金の導入や持続化給付金なんかが、こういった介入に当たるだろうね。そして、関税については国際経済との関係が強いけれど、そのために、国際的な経済会議や、関税率の調整が行われているんだ。最後の貯蓄のパラドックスについては、少し事情が変わっているんだけど、貯蓄って、普通、みんなはどういう方法でしてる？銀行に預けるんじゃないの？タンス預金とかだと意味がないけど、銀行に預けたお金は、貸し出し、つまり融資に回るよね。だから、貯蓄額が大きいこと自体は問題ではなくて、消費に回るお金が少なくなることが問題なんだ。そして、さっき取り上げた高齢化に伴う貯蓄率の増加に関しては、高齢者の雇用政策とか、年をとっても働けるように健康寿命を伸ばす取り組みとも関わっているんだ。今話したことは、どれも完全な解決策ではないんだけど、節約倹約のパラドックスについて考えると、政治と経済の強いつながりが見えてくると思う。なるほど。経済のパラドックスは、綺麗には解決できないけど、結構いろんな社会問題に関心を向けるきっかけにはなりそうですね。一つ一つの政治政策の意味を、経済の観点から考えてみることは、それ自体面白いことだからね。参考文献として、経済学についての本は大量にあるので、どの本が良いというのは難しいけど、今回取り上げたような、ケインズの経済学の全体像を誰にでもわかりやすく解説してくれている本として、ねえ先生のケインズを読み直す入門現代経済思想という本をおすすめします。気軽に楽しく、ケインズの考え方を学べるので興味がある人は手に取ってみてください。そろそろ、帰ろう。福袋開封の儀やらなきゃ。はいはい。節約も大事だけど、私も、たまにはチルノのように買いたいものに、ちゃんとお金を使うことも大事かもね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。